はい、放課後ゼミです。ということでね、今回改めまして、こちらのテキストですね、藤川徳美さんのお金をかけないアンチエイジング、若さを保つ栄養メソッドっていうね、こういったテキストが終わりました。はい。で、今回はですね、このテキストね、一応ですね、初めにね、このテキストの特徴ですね、これをちょっとね、お話ししたいんですけれども、私がまとめた限りでね、特徴と思われる点がね、5つあります。で、それは何かっていうと、1つはね、ミネラルですね、今回のテキストはミネラル、特にマグネシウムを中心としたお話になっているという点ですね。で、2つ目はですね、サプリメントについてはですね、このマグネシウムを入れたバージョンアップした内容ね、バージョンアップした内容になっているということで、それが新 ATP セットね、ああいった形でサプリメントもバージョンアップしているということですね。で、特徴の3つ目はですね、サプリメントね、こちらで紹介されている、いくつものね、サプリメントがあるんですけれども、それはね、もう写真付きで分かりやすく紹介されているってとこね。で、しかもね、藤川さんはですね、こうメーカー名とかね、そういったこともちゃんと出してくれるんですね。写真付きでね。なので、このメーカーの名前がちゃんと記されていて、しかも、摂取量と摂取方法ね、どのぐらいの量をどういうふうに取ったらいいのかっていうこともね、ちゃんと具体的に書かれているので、もうそこはね、もう読んでてありがたいなって思いますね。もう非常にね、このやりやすい、自分が実践しやすいということでね、このいろんなね、通販サイトとかね、サプリメントの通販サイトで、購入しやすいっていうこともあって、そこら辺はね、もう本当に分かりやすいなということを思います。はい。で、しかも今回は特にですね、抗酸化作用とね、これアンチエイジングですから、抗酸化作用と、あと美容効果ね、そういったことにおすすめのサプリメントね、これも若干授業で紹介しましたけれども、そういったのもね、具体的に紹介してくれているので、今回はね、ただ、不調とか慢性疾患を治すっていうことだけじゃなくてね、ちゃんとこのアンチエイジングね、美容効果につながるね、そういったサプリメントも紹介してくださっているので、そういった意味でもね、非常に使えるテキストになってます。はい。で、それからね、特徴の4つ目はですね、症例集とその改善経過が詳しく書かれているという点ですね。なので、これはね、他のね、藤川さんのテキスト、どれもね、この症例集っていうことをね、結構ね、載せてくれているんですけれども、なので今回もね、いろんな不調とか慢性疾患ね、そういった症例とそれをどういうふうに改善していったのかっていうね、どういった栄養素を取ったらいいのかっていうね、そういったことも詳しく書かれているので、それもね、今回のテキストの特徴だと思います。はい。で、それから特徴の5つ目はですね、これはね、僕がね、このテキストを読んで、ここ大切だなっていうふうにね、改めて思ったので、最終回のところでもね、若干お話ししたんですけれども、これはね、もう分子栄養学、ね、つまり栄養に限らずに、食事に限らずに、私たちのね、住んでいる社会であるとか、あるいは私たちの生き方ね、生き方を考える上でも、とても大事なことが書かれているというね、そういったことを僕は感じたね、テキストだったんですけれども、それもね、今回の特徴だと思います。なので、ここにはですね、やっぱりね、その藤川さんの、この分子栄養学に対する姿勢だけではなくて、やっぱり現代社会に対してね、私たちがどういうふうな態度を取ったらいいのかとか、生き方ですね、人生についてどういうふうな態度を取ったらいいのかっていう、そういったね、私たちにとって大事なことですね。そういったことも教えてくれている点で、そこもね、僕はこのテキストの特徴だと思いました。ということでね、それがね、このテキストの特徴ということになるんですけれども、今回はですね、このテキストを読んでね、私の感じたこと、考えたことをですね、全部で9点ですね、9点お話ししたいと思います。で、早速いきますけれども、まず1点目ですね。1点目は、野菜も摂ろうというお話です。で、これはね、タンパク質を摂るってことが前提ね。なので、動物性のタンパク質であれば、卵とかお肉とかお魚ね。で、植物性のタンパク質であれば、大豆製品とかね、納豆とかお豆腐とかね、そういったものを積極的に摂っていきましょうということは前提なんですけれども、同時に野菜も摂っていきましょうっていうね、こういったお話をしたいんですね。で、これ改めてなんで野菜も摂ろうっていうかっていうと、第5回目の今回のね、授業の第5回目のところで、野菜には栄養がほとんどないっていう話をしましたよね。もう土壌にミネラルがほとんどないから、結果的にね、その野菜、そこで育った野菜も栄養がないというね、ことをお話ししたんですけれども、でもね、これだからといって、このね、野菜を取ってはいけないっていうことじゃないんですね。なので事実ね、別に藤川さんも野菜は取っちゃダメですよとは言ってないわけですよ。なので、これ野菜っていうのは確かに栄養素がね、もうほとんどないっていうことはね、その通りだと思うんですけれども、食物繊維っていうことで見た場合には、やっぱりその食物繊維が豊富な、食べ物であることには変わりないわけね。なので、このね、食物繊維っていうのは、腸内細菌ね、私たちの腸内の腸内細菌の餌にはなるんですよ。なので、これはね、その意味では取った方がいいわけですね。野菜はね。
そう。なので、私たちの、体のね、栄養にはならないけれども、腸内細菌の餌、栄養にはなるわけですね。なので、そういった意味では、野菜は取った方がいいわけですね。で、さらにこの野菜にはですね、この栄養素不足っていうね、栄養素がほとんどないということに加えて、あとね、農薬の問題がありますよね。で、この農薬の問題に関してはですね、僕はね、ちょっとこういうふうに考えるんですね。つまり、体のね、健康レベルが向上するとですね、私たちの、体がね、健康レベルが上がるという形で、健康レベルが向上すると、体のね、自然な調整機能によって、有害物質をたとえね、体内に入れたとしても、それを排泄してくれるっていうこの解毒能力ね、解毒をしてくれますから、その意味では、意識はした方がいいんですよ。もちろん農薬は入れない方がいいんですよ。なのでそういった意味では意識した方がいいんだけど、でもこれをね、あまり過剰に気にする必要はないかなというふうに個人的には思うんですね。そう。なので、私はですね、今ね、この特にですね、今の時期には、農作業をしてるんですよ。農作業のお手伝いに結構行くっていうね、そういった仕事もしてるんですけれども、そこではレタス作ってるんですよ。で、そのレタスはもちろんね、自分がもらって帰るっていうこともあるんですよ。自分が食べるためにね、もらって帰るってこともあるし、あとそこではね、そこの農家さんではいろんな家庭菜園もしていて、で、そこで作られたね、白菜だとかブロッコリーだとか大根だとか、あとロマネスクね、そういった野菜を僕はね、持って、もらってね、帰るということもあるんですね。で、それは僕は自分で食べるんですけれども、そういった形で、僕はね、野菜を食べていますし、で、あとはですね、スーパーに行ってね、例えばお鍋の材料として僕がよく使うのは、玉ねぎとかね、あるいは人参とか、ほうれん草とか、チンゲン菜とか、あと水菜ね、こういった野菜を僕は買ってきて、食べてますからね。なのでこういうふうに考えるとね、僕も結構野菜食べてるなっていうことを思うんですけれども、こういった形で、僕はね、野菜を取ってるわけですね。なので、これ皆さんにもですね、そんなにね、ガツガツね、別に野菜を食べろっていうことではなくて、適量でいいのでね、適量を取るくらいでいいので、野菜もね、僕は取ってほしいなということを思います。なので、栄養素不足とかね、あと農薬の問題とか確かにあるんですけれども、ちゃんとね、この体が健康になっていけばね、解毒能力も発揮できますし、あと食物繊維っていう意味ではね、やっぱり大事なので、野菜もね、しっかりとっていただきたいと思います。ということで、それがね、一つ目のお話になります。で、次、二つ目ですね。二つ目のお話は、タンパク質が軽視される状況というお話です。で、これは何かというとですね、タンパク質ね、お魚、卵、お肉ですね。そういったものがですね、かなりね、この軽視されがちというかね、そういった社会状況にあると思うんですね。で、一方でこれかなり奨励されているのが糖質ね。もう糖質が圧倒的に食べられているっていう状況ですね。だから例えば、お菓子であるとか、ジュースであるとか、あとファストフードね。こういったもの、もうこういったものでことごとく、もう包囲されているというね、そういった社会状況にあると思うんですけれども、これが問題ですね、一つはね。で、さらに私がですね、もう一つね、問題だなと思うのはですね、菜食主義の人、あるいはですね、プロテインとかサプリメントを全否定する人ですね。こっちも僕は問題だと思うんですね。菜食主義の人だとか、あるいはプロテインとかサプリメントを全否定する人ね。なので、こういった人たちがですね、せっかくね、糖質をやめたとしても、健康レベルは上がっていかないと思うんですよ。なので、これ菜食主義の人にはですね、結構ありがちだと思うんですけれども、これも確かね、僕がですね、藤川さんのテキストを扱った時に、前の動画で確か言ってると思うんですけれども、野菜の食物繊維で、腸内細菌ね、さっき言ったように腸内細菌は良好な状態になるので、最初はね、体調が良くなるんですよ。体調が良くなるんです。だけど、体内へのね、その栄養という点ではですね、もう圧倒的に栄養不足になってしまうわけですね。なので、結果的には不調の改善にはつながっていかないんですね。そう。なので、またしばらくすると、不調が出てくるというね。で、結局は元の木阿弥ってことになっちゃうんですよ。ね。ここがね、やっぱり菜食主義の人に結構ありがちのパターンかなということも思うんですね。そう。なので、タンパク質の、まずは大事さね。タンパク質のこの大事さの理解がないと、体調不良は良くならないということね。なので、ここで問題としたいのがね、糖質だけではなくて、この思想的なものも要注意だということね。思想的なものね。なので、これね、糖質とね、またこの思想的なものっていうのは、ちょっと問題の質が違うんだけれども、この糖質の方ね、糖質の方っていうのは、もうね、皆さんご承知のように、中毒性とか依存性があるわけですね。なので、この中毒性依存性の呪縛にかかりやすいということね。で、思想的なものの方はどういった呪縛かというと、こっちは思考なんですよ。考え方ね。思考の呪縛にかかりやすいということね。で、こっちもね、相当強いんですよ。ね。糖質の依存性、中毒性も相当強いんですけれども、こっちの頭ね、思考の呪縛っていうのも相当強いわけね。なので、これもなかなか、この
なんていうかな、この呪縛から解放されないっていうかね、なかなか解放できないという、そういったね、点があると思うんですけれども、なので私たちはね、この糖質っていうものを一回ね、見直す、捉え直すっていうことと同時に、この思想的なものね、こういったものも一度ね、振り返って見直した方がいいかなということを思うんですけれども、ここで大事なことはね、生き物の命をいただいて私たちは生きているという、こういう認識ですね。これめちゃくちゃ大事だと思うんですね。生き物の命をいただいて私たちは生きているんだということね。なので、これね、菜食主義とかベジタリアンとかにね、ありがちな思想の一つとして、この肉食がね、生き物を殺すということがどうしてもできないっていうかね、そういったことを否定してしまうとね、これは結局はですね、私たちを否定することになると思うんですね。つまり、生き物を殺すことを拒否してね、菜食主義を取る人も、これいると思うんですけれども、それはね、命をいただくことそのものが問題ではなくて、命のいただき方が問題だと思うんですね。なので、これね、命をいただくことそのものを否定してしまうとですね、私たちが生きていること、すなわち生命そのものを否定することになっちゃうんですね。そう。で、こういうふうになってしまうとですね、結局はその矛先って自分に向かってくるわけですね。つまり自分がその呪縛で苦しんじゃうってことね。その矛盾によってね。そう。なので、ここは大事だと思いますね。命をいただくことそのものが問題というよりも、命のいただき方の方が問題だってことね。もし問題があるとすればそっちですよね。そう。で、こっちはね、もちろん問題として問えるわけですよ。そう。なので、こっちはね、問うて、なるべくね、その、問題があるんだとしたらそれを改善していく、解決していくっていうね、これを目指すってことは大事なんだけれども、だけど命をいただくことそのものを否定してしまうと、もう何も取れないということになりますからね。ここなんですよね。そう。なので、この私たちは一回生命という次元に立ち返って考えるっていうね、これも僕はとても大事なことだと思うので、なので、これもう一回言うと、生き物の命をいただいて私たちは生きているんだというこの認識ね、ここをベースにして、このね、物事を考えていくというね、これは僕は大事なことかなということを思います。はい、ということで、それが2つ目のお話になります。で、次3つ目ですね。3つ目のお話は、サプリメントは薬ではないというお話です。で、このね、サプリメントと薬をね、混同しがちな人が結構いるので、改めてここを強調しておきたいんですけれども、サプリメントっていうのは栄養なんですね。私たちの体にとってなくてはならない栄養素なんですね。で、それに対して、じゃあ薬って何かっていうと、薬っていうのは主に代謝阻害作用を生じさせる物質なんですね。なので、本来は体内に入れてはいけないものなわけですね。それが薬ね。なので、明らかにサプリメントと薬っていうのは違うものなんですね。まずここを皆さんね、理解してほしいなと思います。で、これはね、結構ね、このね、サプリメントと薬をね、同じものだというふうに思い込みがちな人はね、僕は高齢者に多いと思います。特に高齢者ね。で、これなんで高齢者はね、薬と、サプリメントをね、同じものだというふうに思い込むかっていうこのね、理由がですね、大きく2つあると思います。で、それは何かっていうと、1つ目の理由はね、見た目が同じだということね。だからこれね、高齢者っていうのは、病院とかにね、結構通ってる人が多くて、もうね、薬を毎日のように飲んでる人っていうのは結構いるわけですよ。で、そうすると、薬っていうのはカプセルでしょ。カプセルとか、錠剤、固めてあるやつとかあるでしょ。ああいうのが、薬だというふうな認識があるので、サプリメントを見たときに、結局外見一緒なんですよ。カプセルになっているものもあるし、固めたね、固形のやつもありますよね。なので、見た目が同じっていうのがですね、やっぱり薬と、同じだというふうなね、ことで思い込んでしまうっていう、この大きな理由になっていると思うんですね。で、これが一つね。で、さらにね、このね、思い込んでしまう理由の二つ目ね。二つ目は、食後に飲むということね。これは食前に飲むっていうこともあるんですけれども、薬ってなんか食事の後に飲みましょうとかっていうのが結構多いですよね。で、サプリメントの方も結構食後に飲みましょうっていうのは多いわけですよ。なので今回のね、藤川さんのね、示してくれているサプリメントも食後に飲むっていうことでね、結局はなんか食後に飲むものっていう点で、これも薬と同じようなところがあるわけね。なのでこれもね、高齢者がサプリメントを薬と思い込みがちなね、大きな理由の一つになってるかなということを思うんですね。で、そういうふうにね、思い込んでくるとどうなるかっていうとね、薬のようにですよ、思ってるので、その症状が改善したら取らなくなっちゃうんですね。つまり薬って自分の体調不良がね、なくなったら取らなくなりますよね。で、それと一緒のように、サプリメントを飲んでいても、サプリメントも結局は薬のようなものだと思ってますから、その自分の体調不良が改善したら、もう取らないってことになっちゃうんですよ。取らなくなっちゃうんですよ。ね。で、そうすると結果的にまた不調が出てくるわけですよね。これですよね。そう。なのでね、結構これをね、やっている高齢者は僕は結構多いんじゃないかなということを思うんですけれども、これはあるあるだと思いますね。
そう。なのでね、結局ね、なんでこういう風なことになっちゃってるかというと、今言ったように、サプリメントを薬のロジックで考えているからですね。薬のロジックで考えているから間違えちゃうんですね。これですよね。そう。なので、ここで大事なことはね、サプリメントっていうのは栄養ですから、栄養っていうのはずっと取り続けるものだっていうことね。この認識ですね。なので、これはね、いつまで取るかっていうと、体調不良がなくなったら取らなくなるっていうどころかね、これはもう生きている限りずっと取り続けるものね。それが栄養なんですよね。なのでこれ呼吸と一緒ね。呼吸として考えたらこれ分かりやすいですよ。呼吸をなんで私たちはするかっていうと、酸素を取り込むためですよね。で、酸素っていうのは私たちの体内にとって、体にとってなくてはならない栄養素の一つですよね。なので私たちは酸素を取るために呼吸しますよね。で、呼吸はし続けますよね。で、皆さんね、呼吸っていつまでします？ね、呼吸いつまでします？これは死ぬ直前まで呼吸ってしますよね。つまりそれだけ体が生きていることにとってね、生きているために大事な栄養素、それが酸素ですよね。で、そのために呼吸を死ぬ直前まで続けますよね。だから栄養素を取り続けるっていうのは死ぬ直前まで取り続けるっていうことなんですよ。ね。これ呼吸で考えたら分かりやすいでしょ？ね。だから酸素はもう不可欠の栄養素。だけど不可欠の栄養素って私たちのね、体にとって不可欠な栄養素はたくさんあるわけですよね。なのでそれがね、今回紹介したタンパク質もそうだし、ビタミン、ミネラルね。これいろんな種類ありますけれども、私たちの体にとって不可欠の栄養素ね。酸素と一緒ね。そう。なのでね、こういうふうに考えたら分かりやすいと思うんですね。だからね、僕ね、このね、分子栄養学をこう学んでいてね、すごく思うのは、分子栄養学っていうのはね、こういった基本的なことね、この酸素ってなんで大事なのかとかね、そういった基本的なことを考えるきっかけを与えてくれてもいるわけですよ。私たちにね。なので、ここがね、僕がね、分子栄養学を勉強していて良かったと思う点の一つなんですね。こういったことね。そう。なので、私たちがね、通常当たり前と思っていることがなんでそれが当たり前なのかっていうことに改めて気づかせてくれるね。そういった学びもあるし、逆に私たちがね、当たり前と思って良かれと思ってやっていることが、実はね、悪いことだったっていうね、実は、この体にとっては良くなかったっていうね、こういったことにも気づかせてくれるという形でもういろんな学びがあるんですよね。そう。で、それはすごく基本的なところの学びね。ここなんですよ。なので、基本的なところの学びなので、学びが深いんですよ。ね。深いので、ものすごい、この世界の転換というかね、生き方とか見え方がこう変わってくるっていうかね、そういったことが起こってくるということは、それはものすごい成長につながってくるということでもあるわけですね。そう。なのでね、やっぱり分子栄養学はね、僕たちが、の体がね、健康になっていくだけではなくてね、私たちがこう学習していくね、学んでいくっていう、ものすごくそういったね、ことにも貢献してくれるようなね、そういった学問だというふうに僕は感じているんですけれども、これは大事だと思いますね。この認識ね。そう。なので、もう一回言うとね、サプリメントは薬ではないっていう点ね、ここはね、一つね、押さえていただきたいと思います。はい。ということで、それがね、三つ目のお話になります。はい。で、次ですね、4つ目ですね。4つ目のお話は、病院や薬の使い方というお話です。で、これはですね、今もね、サプリメントと、薬のね、違いを見てきましたけれども、病院とかね、薬をですね、いろんなね、問題があるということで、散々ね、この分子栄養学では、指摘をしているんですけれども、じゃあ、こっちを全否定したらいいかっていうと、そうでもないと僕は思うんですね。なので、僕、ここでのポイントはね、こういうことだと思います。病院や薬っていうのは、確かにね、もういろんな問題があるわけですよ。もう根本的に解決しなければいけないね、根本的に改めなければいけない問題ですね。これはね、確かにあります。あるけれども、全否定してはいけないってことね。つまり、0-100思考にならないことですね。そう。だからここは僕は大事だと思います。なので、病院や薬をね、じゃあどういうふうに使ったらいいかっていうね、この使い方を2つね、僕はね、言いたいんですけれども、まずはですね、1つ目の使い方なんですけれども、それはですね、急激な痛みが出た時とか、あるいは不測の事態が起こった時ね、そういった時にのみ一時的に利用するということね。なので、この使い方っていうのは対症療法の方ですね。なので、これはね、急激な痛みがね、出ても苦しいとかっていうね、そういった状況に陥ったり、あるいは不測の事態ね、何か急なアクシデントが起こった時には、これはもう病院のお世話になりましょうとかね、あるいは薬のお世話になりましょうっていうね、これは僕はありだと思います。で、これはね、対症療法なわけね。なので、根本的なね、解決の方に向けて分子栄養学の方でね、栄養の実践をしていくっていうね、そういったことは大事なんですけれども、対症療法としてはやっぱりこっちは大事だなということを思います。なので、一時的に病院とか薬のお世話になるってことね、こういったことはね、僕はしてもらっていいかなということを思います。はい。
で、使い方の2つ目ね、2つ目としてはですね、もしもの時のためにお守りとして持っておくっていうね、こういった使い方ですね。だから実際に、病院に行ったり、あるいは薬をね、飲んだりっていうことはしなくても、なんかね、それをね、持っているだけでね、これお守りっていう作用も僕はあると思うんですね。そう。なので、それでね、その人の精神的な安定に、その薬とかがね、貢献するのであれば、それはそれで僕はいいと思うんですね。そう。なので、使わないけれどもね、もうよほどのことがない限り使わない。だけど、やっぱりそれをね、ちゃんとその薬をね、家に置いておくことでとかね、あるいはバッグの中に入れておくことで、その人のね、精神が安定するのであればね、僕はそれはね、それでいいかなということを思うんですね。なので、そういったね、使い方であればですね、病院とか薬をね、使っていただいて僕はいいかなというふうに思います。はい。で、あとはですね、さっきも言ったように、自分でね、ちゃんと分子栄養学の勉強をして、病気にならないようにね、健康で生き生きと生活するために学んでいって、そして日常生活ね、自分の日常生活、足元を振り返って、そして改善していくことですよね。で、こっちが根本的な治療ということになるわけですね。なのでね、この対処療法でね、病院とか薬のお世話になるっていうね、そういった時にはですね、必ずこっちの根本的な解決ね、こっちの方にも目を向けて実践していくということですね。これが大事なことになると思います。はい。ということでね、それが4つ目のお話になります。はい。で、次ですね、5つ目ですね。5つ目のお話は、医師の問題というお話です。で、これはね、今回の僕の授業の第13回目ね、第13回目のところで、医学会と製薬会社とかね、あるいは医師の問題というね、そういったお話をしましたよね。で、そこもね、結構関連してるんですけれども、僕がね、医者とか病院のね、問題だなって思う点がね、2つあります。で、それ何かというと、1つはですね、患者がですね、医師に対して対等に話し合いができないという点ですね。で、これはね、僕がね、前回扱った、柳沢敦夫さんですね、の、新型コロナは CD 亜鉛で克服できるっていうね、あそこでも柳沢さんがね、指摘していたことなんですけれども、これはね、どういうことかというとね、患者は医師の言うがままになっちゃうっていうところね、ここなんですよね。そう。なので、医者と患者が対等に話し合いができないんですね。そう。なので、例えばですね、そういうふうな医師にお世話になっている患者が何を言うかっていうと、病院のね、医者がこう言ったから、病院の先生がこういうふうに言ったからこれをしてるんだとかですね、あるいは、この薬を飲んでおけばいいと言ったから、ね、医者が言ったから、先生が言ったからこれを飲んでるんだっていうね、あんまりにも人事じゃないですかっていうね、そういった感じになっちゃうってことですよね。この対等な話し合いができないとね。なのでね、この問題がね、僕は一つあると思ってるんですけれども、それに加えてね、非常に厄介なのは、患者の方がですね、お医者さんのね、先生のことをめちゃくちゃありがたがるんですよ。つまり、これもね、ちょっと前にお話ししましたけれども、医者は神様だというね、この感覚ですよね。この感覚。なので、自分をものすごく低くね、見てるわけですよ。自分を低く見て、相手を立てるっていうね、もうね、医者は神様だっていうことは、もう医者を、病院の先生を崇め立てまつってますからね。それってもう完全に自分から上下関係作ってるようなね、そんな感じですよね。そう。で、こういうことになっちゃうと、もうね、医者に対して何も言えないし、もう医者の言うがままになっちゃいますからね。そう。だからね、僕は結構これもあるあるだと思うんですけれども、もう病院のところに行くでしょ、先生のところに行くでしょ。そうするとね、お医者さんの前でなんかこう聞きたいことがあるはずなのに、ね、これ聞きたいことが結構あるんですよ、患者さんはね。だけど、それも聞かないんですよね。なんか聞いたら時間取っちゃうから先生に悪いかなとかね。悪くないから全然そんなもんね。全然悪くないですからね。どんどん質問してほしいのに、ね、質問したらいいのに、全然質問しないのね。全然質問しないで、あ、そうですか、そうですかっていう、ただ聞いてるだけっていうね。こういうことになっちゃってるってことね。なのでこれはね、医師の問題でもあるんですけれども、同時に、この医師と患者の関係の問題ね。関係の問題でもあるわけですね、これはね。なので、こういった点から言うと、これはね、対話コミュニケーションの問題でもあるわけですね。なので僕は、この分子栄養学もやってるんですけれども、対話コミュニケーションの問題もね、これも重要だと思ってやってるっていう理由は、こういったところにもつながってくるわけですね。そう、なのでね、もうこの医者と患者のね、この対等な話し合いができないというのはね、これはもうとても問題だと思います。はい。で、これが問題の一つね。で、僕はもう一つね、大事だと思うこの問題の二つ目はですね、医者はですね、すみません、私はわかりませんとは絶対に言わないということね。これもうちょっと忠実に言うと、医者はそういうことを言わないというよりも言えないんですね。これ言えないんです。で、しかもね、それに加えてですね、これもね、結構ね、聞く話でよくあるんですけれども、
こっちがね、患者さんがね、こう勇気を持って質問したとしてね、例えばね、食べ物はどういうふうなものを食べたらいいんですかとかね、何かこう食べ物で気をつけるものありますかっていうふうに聞いたときにね、お医者さんの方がね、食べ物は関係ないとかですね、何を食べてもいいとかっていうふうに言うわけですよね。これはね、僕からしてみるとね、もう分子栄養学をね、こう学んでいる身からするとですね、もはやこれはね、もう罪ですね。もう罪としか言いようがないと思いますよ、これは。ね。で、これはね、もうあまりにもいい加減というふうにね、僕なんか思うんですけれども、これはね、今回のね、テキストでね、藤川さんが言われていたように、もうね、医者がですね、習ったことだけが正しいというふうに思っていることの表れね。なので、これね、私はね、すみません、わかりませんっていうふうに絶対言わないのはね、ここもあると思うし、もう一個あると思うのはね、立場上言えないんですよね。もう立場上言えない。だからこれはね、立場上言えないっていうのは、この前のね、動画でやった対話コミュニケーションシリーズの自己嫌悪とは何かっていうところで出てきましたよね。立場主義ね。あれなんですよ、まさに。ね。立場上言えないわけですね。もう医者がね、もう自分が医師っていう立場にいるからね。そう。なので、これはね、僕は、この問題っていうのはね、もうちょっと広く捉えた方がいいと思っていて、つまり、医者ってものすごく権威づけられたものですよね。権威づけられた職業ですよね。で、これはね、権威づけられた職業、肩書きを持っている人ね、こういった人には結構ありがちだと思うんですね。なので、これは病院の先生だけじゃなくて、例えば、学校の先生とかもね、学校の先生も学生に対して、やっぱりこう、分かりませんっていうことは言えないんですね。非常に言いにくい先生、たくさんいると思いますよ。で、その時にはですね、自分の分からなさをごまかすためとかね、正当化するために、いろんなね、理屈をつけて言い訳とかするわけですよね。そう。で、それをね、結構真に受けちゃう学生もいるぐらいだと思うので、これはね、やっぱりこれも関係ですよね。この権威づけられた人と、それをね、その教えをこうとかね、例えばこれが医者だったら患者、で、学校の先生だったら学生っていうね、こういったね、関係にあるっていう、だからこれも関係の問題なんですよね。関係の問題。ね。なのでこれはね、もう人間関係っていうふうに捉えたときにはね、これは私たちの体の健康状態ね、こういったところともダイレクトに関わってくることなので、ここではね、医師の問題として取り上げましたけれども、ここはね、もっとね、広いね、社会的な問題だとも思うのでね、ここはですね、一つ医師の問題としてね、今回は指摘しておきたいと思います。で、しかもね、これね、面白いことにですよ、面白いことに、僕って全然立場的にはね、全く権威づけられてないわけね。素人が分子栄養学を勉強してるっていう身ですからね。なので、これはね、僕の身近な人にね、症状が出ていた場合にね、こういった症状が出ているのは、こういったね、栄養素が不足しているからだよっていうことを言うとですね、僕は全然権威づけられた人でもないから、僕にはね、めちゃくちゃ質問してくるわけですよ。もう本当に質問してきますよ。めちゃくちゃ。で、もうね、もう下手したらですね、ちょっとやや上から目線的なね、感じで来るわけですよね。で、それに対してはね、まあちょっと僕もね、イラッとはするんですよ。ね、イラッとはするんだけど、まあね、それは仕方ないとしてね、それはこういうふうなことだよっていうふうにちゃんとメカニズムを説明するわけですよ。ね。で、それでね、こういうふうなものを取ったらいいよっていうね、じゃあ今度ね、こういったものを持ってきてあげるよとかね、まあそういうふうな形で言うんですけれども、これはね、もう端的にこの人間関係が現れていると思いますね。つまり対等に話し合えるとか、あるいは自分がちょっと上からね、上に立ってものを言うっていうことができる人間に対しては、めちゃくちゃ言ってくるっていうね。そう。で、この場合はね、もういろんなことを聞いてきたりするっていうね。まあ、それはそれで僕はね、自分がちゃんと説明できるからいいんですけれども、これがですね、やっぱりこのね、上下関係があんまりにもあるとね、医者と患者とかね、学校の先生と生徒みたいな感じで、あんまりにもこの開きがあると、何も言えなくなっちゃうんですよね。そう。なので、これは僕はもう非常に問題だと思うのでね、これは医師の問題ということにとどまらず、この人間関係の問題ですよね。なので、これね、自分がね、わからないことがあったら、たとえ相手がね、権威づけられた人間であったとしても、ちゃんと質問をしていくってことね、ちゃんと対等な話し合いをしていくってことですよね。これをね、ちゃんとこっちが実践していくっていうね、この姿勢はね、僕はとても大事なことだと思います。はい。ということでね、それが5つ目のお話になります。で、次ですね、6つ目ですね。6つ目のお話は、不調を改善する人は健康レベルと学習レベルを向上させるというお話です。で、これはですね、まあどういうことかというとね、分子栄養学の実践で、不調や疾患ね、慢性疾患とかを治した人っていうのは、この体がですね、全体として良好な状態になっていくわけね。ということは、それっていうのは、健康レベルが向上していくっていうことね。健康レベルが向上する。で、そのための実践が分子栄養学ということになるわけですね。
で、これ例えばですね、今回のね、お話で言うと、マグネシウムの不足ね、マグネシウム不足で起きる症状っていうのを見てきましたよね。で、そのうちの、これいくつも症状がありましたよね。で、そのうちの一つが出ている場合ね、その一つが自分の症状として出ている場合に、それをね、マグネシウムの摂取によって治していくとしますよね。そうすると自分の出ていた症状がそれによって治るわけですね。で、これ治ると、その人っていうのは、他のマグネシウムで出ていた症状ね、起こる症状がそもそも出なくなるということでもあるわけですね。つまり、それは確実に健康レベルが上がっていくっていうことね。こういったことにつながっているってことね。なので、一つの症状を治すためにマグネシウムを取ると、他の出てくる可能性のあった症状も出なくなるっていうことですからね。ということは、それは同時に確実に健康レベルが上がってるってことね。ここなんですよね。で、ここで大事なことはですね、それだけじゃないってことね。それだけじゃないんですよ。同時にこれは、その人の知識が身につくということでもあるわけですね。知識が身につく。つまり、その症状はマグネシウム不足の、で起こっていたんだと。なので、マグネシウムを、ちゃんとした取り方で摂取していくと、その不調が治っていくんだと。で、もう今後もね、マグネシウムを継続して摂取していけば、もうその不調は出ないんだということに気づく。つまり、知識が身につくってことね。で、それは言い換えると、学習して成長したということなんですね。その人が学習して成長した。なので、ここで起こっていることは何かというと、健康レベルが向上したということと同時に、学習レベルも向上しているということね。これなんですよね。なので、これっていうのはね、その人のそれ以後の年を重ねていった時のね、健康状態にも影響しているわけですね。つまり、年を重ねていくことによる身体機能の低下による不調や病気が起こりにくいというね、こういったことにつながっていってるわけね。なのでそういった意味でも健康レベルが向上してるってことね。で、それに加えて、こういった形でちゃんと知識が身についてね、健康レベルが向上したと同時に学習レベルが向上している人っていうのは、今現在不調になっている人を助けられるということね。こういったこともできるということですね。自分の今後のね、健康状態、それを維持するだけではなくて、他のね、不調になっている人を助けることもできるというね、こういったことにもつながっていってるわけね。そう。なのでこれって、逆に言えば、大した不調のないね、人生を送ってきた人、こういった人も結構いますよね。自分は全くね、重大なね、病気も、したことがないし、大したね、不調がね、全く出ないと、不定収束もほとんど出ないっていうね、そういった人生を送ってきた人っていうのは、これ逆にね、年齢とともにね、このね、身体機能が低下してきますから、その時に、万が一この不調が出るっていうような事態になった時ね、そういうことになった時にどういうふうになるかというと、何もね、今まで健康レベルを向上させるための知識が身についていないので、盲目にですよ、もう盲目に病院の医師や薬に頼りがちになるということね。これ結構あると思うんですね。で、これはさっき見たようにね、病院の医者がこう言ったからとかですね、この薬を飲んでおけばいいというふうに言ったからね、私はそれをやっているんだっていうね、こういったことを言いがちな人に、あるあるだと思うんですね。で、それに加えてね、こういった人っていうのは基本的には、自分でね、健康レベルを上げるとか学習レベルが向上していないので、不調の人を助けられないんですね。不調になっている人を助けることができないんですよ。そういった知識がないからね。なので、ここで僕が大事だと思うのはね、まさに素人が勉強していくことね。で、この素人が勉強していくことっていうのは、前のね、藤川さんのテキストで言うところの21世紀の勉強法ね、専門家に頼るのではなくて、素人が一からちゃんと勉強して学んでいくことね。これがね、本当に大切だなというね、そういったことを思うんですね。そう。なのでこれは、単に健康レベルを向上させるだけではなくて、ちゃんと私たちの学習レベルも、向上させてくれるという点ですね。なのでね、もう皆さんもね、僕もそうですから、僕も素人がただ勉強してるだけですからね。でも素人が勉強するだけで、これだけ自分の体調をね、改善させて、生き生きとね、今回のテキストのキーワードで言うと、もう若々しくですね、もう若々しく生きることができますし、同時にいろんな体調不良の人に、助けることができるんですね。アドバイスすることができますからね。そう。で、それでね、結構ね、体調不良が治ったっていう声も聞くんでね、もうそれを聞くたびに僕も嬉しくなって、ますます生き生きしてきますからね。なので、この21世紀の勉強法、つまり素人がちゃんと勉強していくことっていうのは、これはね、今の日本社会のいろんな問題を考えていく上ね、そしてこの社会をいい方向に変えていくっていうね、その時にめちゃくちゃ大事になると思うんですね。そう、なのでね、ここをね、皆さんね、一つ押さえていただきたいと思います。はい。ということでね、これが6つ目のお話になります。で、次、7つ目ですね。7つ目のお話は、異なる症状の原因は、同じ栄養素不足の可能性があるというお話です。で、これはね、どういうことかっていうとね、
前回のですね、放課後ゼミね、マグネシウムとかね、ピクノジェネオールとかヌチマースね、こういったものを紹介しましたけれども、そこの、マグネシウムのところでね、おじさんとおばさんの話をしましたよね。つまり、僕がね、いつもね、農作業で、お手伝いに行ってるところのおじさんとおばさんに、それぞれ、マグネシウム不足の症状がね、それぞれ違う症状が出ているということでね、マグネシウムを、取っていただくっていうね、そういったことを、お話ししたと思うんですけれども、それっていうのはね、ここで僕が考えたのはですね、気づいたことがあるんですけれども、それは何かっていうとね、同じ生活をしていてね、つまりおじさんとおばさんっていうのは、夫婦ですからね、一緒に生活していて、でかつ同じ食事をしているわけですね。同じ生活をしていて同じ食事をしている。で、そういった形で同じマグネシウム不足になっているということね。で、そのマグネシウム不足の症状のとこだけは違う症状がそれぞれ出ているということね。で、これはですね、どういうことかというとね、これ皆さんにお伝えしたいことはね、ライフスタイルであるとか食事をね、一緒にやっている、一緒にしている、共にしている人たちの間で、同じ栄養素不足で異なる症状が出ていないかというね、こういったところですね。こういったところは意識してみた方がいいかなということを思うんですね。だからこういうですね、ものっていうのは、おそらく病院の先生は絶対気がつかないと思うんですよ。絶対気がつかないね。それぞれの症状が出ている人が、それぞれの症状が出ているよって形で病院に行くことになりますからね。もし行くとしたらね。だとしたら絶対ここはつかめないんですよ。絶対気がつかないと思いますよ。そう。だからこれはね、今回僕が分子栄養学を学んでね、こういったね、テキストをね、今回のこのテキストですね。テキストを読んで学んでいなかったら、もう決して気づかなかった点なんですよ。ね、こういったことはね。つまり、おじさんとおばさんでそれぞれ、マグネシウム不足のね、違う症状が出ているということには気づけなかったんですよ。もう到底気づけなかったと思いますよ。だから僕だってこういったことを学んでいなければ、別々のね、症状としてただ捉えていただけで、もう自分には全くなす術がなかったと思うんですね。だから結局はその症状をね、自分がどういうふうに治したらいいかっていうことのアドバイスもできなければですね、もうなんとか治ってほしいってただ祈るだけですね。もうただお祈りするしかできないみたいなね、そういうふうな事態になっちゃったっていうことですよね。そうなので、もう本当にね、それはね、分子栄養学を学んでいてよかったなっていうふうに思うし、もうこれはね、学んでいなかったらもう到底気づけなかったところだと思うんですよね。そうだからこれはもちろん病院の先生はね、その患者のライフスタイル全般とかね、あるいは食事を誰としているとかね、そんなこと全く気にしませんからね、分かるはずもないわけですよね。根本的な原因が決して見えてこないね。こういったことになると思うので、これは僕はね、やっててよかった点だと思うし、同じライフスタイル、同じ生活をしていて、同じ食生活をしている人で、異なった症状ね、同じ栄養素不足で異なった症状が出ていないかっていうね、ここを皆さんね、確認していただきたいと思います。はい。ということで、これがね、7つ目のお話になります。で、次8つ目ですね。8つ目はですね、経験と年齢から見た思考と習慣の度合いというお話です。で、これはね、今ちょっと聞いただけではね、何のことかさっぱりわからないと思うので、これはね、ちょっとホワイトボードに、ちょっと図を書いたので、それでね、説明したいと思います。はい、ということでね、ちょっと今ね、ホワイトボードを用意したんですけれども、これちょっとグラフをね、書いたんですけれども、ちょっと説明しますね。で、これはですね、横軸と縦軸がありましてね、まずね、ちょっと横軸から説明したいんですけれども、横軸はですね、まずここね、ここの起点が0なんですけれども、これね、年齢と経験ね、それが横軸なんですけれども、年齢が若くて、年齢が若いっていうことは経験が少ないってことね。年齢が若いのが左で、これ、右に行くに従ってですね、だんだん年齢を重ねるということね。なので、こっちがね、高齢者ということになるんですけれども、と同時にそれはですね、経験のね、多い少ないでもあるんですね。つまり、こっちのね、左端はですね、経験が少ないわけですね。年齢が若いんでね。で、これは、年を取っていくに従って、経験値が増えていきますから、経験が多くなるということね。なので、左が経験が少なくて年齢が若い。で、右がね、経験が多くて年齢が高齢だとね、そういったことになります。で、次、縦軸ですね。縦軸はですね、習慣の力と思考力ですね。これをね、表しているんですけれども、習慣の力はですね、下がですね、強くて、で、思考力は下が低い。ということですね。で、上はですね、思考力が高くて習慣の力が弱いということね。そういった相関をなしているんですけれども、この横軸と縦軸でね、取ったときに、私たちの一生ですね、一生がどういうふうな、このね、軌道を取るかということで、その軌道、一般的な軌道がね、この黒で示した曲線なんですね。これですね。こう来てこう来ると。で、これ一応分かりやすいようにですね、このグラフを、
一応ね、4象限で分割したんですね。4つに分割して、この4マスでね、それぞれの特徴を書いたんですけれども、で、まずはですね、この4マスのうちの左マスから始まりますんで、ここから説明したいんだけど、まずここはですね、年齢が若くて経験が少ないね。で、習慣の力が強くて思考力が低いという、そういったね、マスになります。で、ここのね、傾向としてはですね、経験が少ない、つまり未経験なので、まだ思考がね、そんなにできないということで、経験の少ないのと、この思考力がね、リンクしてるんですけれども、未経験、つまり未思考ね。で、かつ習慣の力が強いので、縛りが強いってことね。で、ここからね、どんどん成長していって、やがてね、この左上のマスですね、ここに入っていくわけですね。で、ここではですね、ある程度年齢がね、を重ねてきて、経験値もだんだん上がってくるので、だんだんこの思考の力がね、思考力が高くなっていって、習慣の力がだんだん弱まってくるっていう段階ですね。そういったところに入ってくるということね。で、ここがですね、やがてですね、また、この年齢を重ねる経験値が増えるに従って、この右上のマスに行くわけですね。で、この一番上のあたりね、ここが大体僕は年齢で言うと、30代から50代ぐらいね、その辺だと思います。これ大体一般的なんでね、例外ももちろんあるんですけれども、一般的に言うとそのぐらいかなというふうに思います。で、この右上のところに、来ますよね。で、そうするとやがてここからですね、この右下のマスに移っていくんですね。で、ここではですね、またですね、思考力が低くて習慣の力が強いという、ところに入っていくんですけれども、ここに来るともう高齢者ですよね。こっちはもう年齢が高いですからね。そう。で、高齢者で、かつ経験値が多いんですけれども、ここではですね、一つね、やっぱり問題があって、それは何かというと、経験の固定化っていうのが起こってくるんですね。なので、柔軟に物事を考えられないとかね、そういったことが起こりがちになっていくのが、この、右下のマスですよね。ここのステージね。で、この経験の固定化っていうのはどういうことかというと、言い換えると、思考停止ですね。なので、思考停止になりやすいというところでもあるんですね。で、ここでね、それぞれね、今、ざっくり見てきたんですけれども、ちょっと具体的にね、このマスを見ていきたいと思うんですけれども、まずですね、このね、右下のところはですね、結構ね、これは若いですから、年齢的には若いので、若者の不調が出ているステージは結構この辺だと思うんですね。で、それはですね、例えば、自分が親で、この、ね、30代から50代のね、こっちのゾーンにいる人で言えばですね、結構自分の子供だったりするわけですね。自分の子供が体調不良になっていたりする。で、あるいはですね、このね、右下のマスを今度見てみると、今度はこっちは高齢者なので、高齢者の慢性疾患とかも結構多いっていう、そういったマスになるわけですね。で、そうすると、自分がね、30代から50代ぐらいの、人だとして、自分の親はね、多分このマスに入っていると思うんですね。で、そうすると自分の親が体調不良だっていうね、ことも結構多いと思うんですけれども、それはこのマスだと思うんですね、大体ね。そう。で、こっちのね、また左下戻ると、こっちで若者の不調がありますよね。で、そうすると、この不調をね、直さないまま来ると、直さないままこっちに入っちゃうんですね。こっちに入ります。で、そのままね、やがて右に行って、右下に行って、高齢者の慢性疾患というところにつながっていくというね、こういったルートをたどるとは思うんですけれども、なので、これ全体として見るとですね、この左下と右下のこの2マスですね、この2マス分はですね、不調が出やすいゾーンなんですね。ここは不調が出やすいゾーン。なので、子供の体調不良も結構多いし、若者のね、体調不良めちゃくちゃ出ているし、あと高齢者ね、高齢者の不調慢性疾患もめちゃくちゃ出てるんですよね。なので、ここは非常に気をつけなければいけないゾーンだと思います。はい。で、次ね、ちょっと上のゾーン見たいんですけれども、上はですね、特にこのね、緑のね、ところで囲んだところっていうのが、だいたい30代から50代ね。で、ここはですね、この上とね、この横軸と縦軸でいくとね、経験値が非常に多いということ、そして思考力が高くて、逆に習慣の力は弱くなっているというね、そういった状況ですね。で、こういったところで、例えば僕もですね、今44ですから、このね、真ん中がだいたい40だとすると、ちょっとこのね、もう僕はこの右のね、右上に入ったかなというね、そのぐらいだと思うんですけれども、僕のね、このマスで言うとね、そう、だからだいたいこの辺ですよね。そう。で、そうなるとですね、ここで習慣の力が弱くて思考力が高いですから、いろんなことを学んでいくっていうことができるっていうね、やりやすいっていう年齢でもあるわけですね。で、そうすると、例えば僕なんかは、分子栄養学を学んでね、健康レベルを上げるっていうことに、今やってるわけですよね。その実践をしているということでね、つまり、いろんな経験値をそれによってまた増やすし、思考力も高くなって、で、一方で今までの習慣の力も弱くなっているというね、そういった、ところだと思うので、割とそれがね、やりやすいのは30代から50代かなということを思うんですね。
で、これをね、結局はここで学ぶか学ばないかで全然違うって話をね、したいんですけれども、なのでこれね、そのまま学ばずに来るとですね、今言ったように、この黒いルートで、右下に来ちゃうんですね。こちら右下の麻酔ね。そうで、そうするともう経験が固定化されちゃって思考停止して、柔軟な思考力はもう失われているし、あとはもう慢性疾患ね、体調不良とか慢性疾患とかで不調が出やすいゾーンにまた入っちゃうんですよね。ここなんですよね。そう。なので、ここで大事なことは、ここの赤の矢印ね。ここなんですよ。ここはめちゃくちゃ大事ね。つまり、ここで学んで、ちゃんと健康レベルを維持していくことね。で、それは同時に、いつまでも学ぶっていう姿勢なわけね。これなんですよね。そう。なので、それはちゃんと思考力を維持していくと同時に、いろんな経験をして、いろんなことを学んでいくっていう姿勢ね。これが健康レベルを維持していくことと、一緒にね、これ対応してるわけね。ここなんですよね。そう。なので、私たちはこの黒の曲線ラインをね、ずっと辿っていって、最終的にこっちの右下に入っていくのではなくて、ここで学んで、ちゃんとこの上向きね、この状態、この上のね、レベルですよね。これを維持しておくってことですよね。これめちゃくちゃ大事ですよね。なので、この黒いラインからちゃんとこの赤いラインに入っていくことですよね。これは結構な分かれ道だと思うんですよね。自分がちゃんと健康レベルを維持して、いつまでも学ぶ姿勢でいるか、もうね、学ぶ姿勢を失っちゃって経験が固定化されて思考停止になって、で、慢性疾患で苦しんでいくっていう高齢者になっていくかっていう境目でもありますからね。ここなんですよ。ね。そう。だからここはね、僕非常に大事だなと思います。だからこれっていうのはもちろんここで気づくのはいいんだけれども、もちろんその手前でね、左下の段階で若くしてね、こういったことに気づいてどんどん実践していけば、それだけね、体調不良はね、かなり早い段階でなくなるし、他の人をね、助けることもできるし、いつまでも学ぶ姿勢ね、これも身につきますからね。そう。だからこれはもう早ければ早いほどいいわけです。で、これは仮にね、こういった慢性疾患になっちゃって、この右下に入っちゃったね、高齢者の人であっても、いつでもね、この学ぶ姿勢をね、また自分が取り戻せばですね、またこっちに行きますからね。だからこれも重要ですよ。こっちからまたこの赤いラインの方に入っていくね、この右上のラインに入っていくっていう、ここも大事だと思いますよ。そう。だからこれはね、いつから学んでも遅くないですからね。だから今現在ね、高齢者でね、この病院のお世話になっていたり、薬のお世話になっている人でも、ちゃんと学んでいけばですね、健康レベルがね、またこの向上しますからね。そうなのでやっぱり生き生きね、僕は、生きてもらいたいし、自分も生き生き生きたいですからね。もう生き生きしている社会をみんなで作っていきたいですから、もうぜひ皆さんね、こちらの健康レベルの維持ですね。で、いつまでも学ぶ姿勢を忘れないでいただきたいと思います。そうなのでそういった意味でもね、この経験と年齢から見たですね、このこっちの上の縦軸ね、思考と習慣の度合いね、このね、グラフね、一応これを頭に入れていただいて、自分がね、こういったルートをね、最終的に辿っていないかっていうね、この不調の出やすいゾーンで不調になっていないか、ね、あるいはこの不調をずっとこのサイクルでね、持ち続けたまんま下に行ってないかっていうね、ここをね、ちょっと見直していただいて、で、改めてね、そこから赤い矢印の方ね、で、ちゃんと健康レベルを維持してね、分子栄養学の方ね、ちゃんと実践していただきたいと思います。なので、この右下のゾーンというのはですね、ここでもね、さっき言いましたけれども、経験の固定化っていうのは、思考停止ってことね。で、思考停止はですね、僕は命をないがしろにする行為だと思うんですね。命をないがしろにする行為が思考停止ね。で、この思考停止になっていると、それは実践停止にもつながっちゃうんですよ。ね、頭が停止している、頭で考えることが停止しているっていうことは、頭を使ってちゃんと実践していくということももう停止しちゃうね。実践停止にもつながっていくんでね。なので、もういかに自分の頭で思考することが大切かっていうね。つまりその自分の頭で思考するってことをやるってことは、この赤い矢印の方行きますからね。そう、だからもうこれがいかに大切かっていうことをね、僕は本当分子栄養学を学んでいて、思い知らされるところなのでね。なのでこれはいくつになってもね、健康レベルを向上させることができますからね。皆さんぜひね、こういった実践に取り組んでいただきたいと思います。はい。ということでね、これが8つ目のお話になります。はい。で、次ですね。9点目ですね。9点目のお話は、学ぶ人は若い人というお話です。で、これはね、今回のね、藤川さんのテキストでも言われていて、僕もね、最終回のお話でね、その大切なこととしてお話ししたことなんですけれども、学ぶ人は若い人ってどういうことかっていうとね、実年齢は関係ないってことね。もう実年齢ってもう一切関係ないのね。つまり、自ら学ぶっていう人は、もうね、いくつになっても生き生きしてるわけですね。もうほんとそれは見ててわかります。めちゃくちゃ生き生きしてる。なのでこれはね、もう一切実年齢は関係ないってことですね。で、このね、学んでいるっていうことでね、一つ気をつけたいのはですね、この誰かから課題として与えられてやっているっていうのは、これは学びではないってことね。
これは全然学びでも何でもないってことね。つまりこれっていうのはただやらされているっていう強要行為なんですよ。なのでこれ言い換えると暴力なんですよね。単なる暴力ね。だからこれって学びでも何でもないわけですね。で、これがさらにちょっとね、問題なのはですね、厄介なのは、傍から見たときに、同じことをしているっていうね、この学んでいる人と同じことをやっているときに、それも学びだっていうふうに思っちゃうことね。で、本人もまたそれが学びだというふうに思い込んでるってことね。これは違うんですね。誰かからやらされているっていうね、そういった課題をやっているときっていうのは、それは学びでも何でもないってことね。つまり、それはね、やっていることの中身とか、やっていることのこの動作ではないんですね。その人が自らそれをやっているか、自ら自分で学んでやっているかっていうことなんですね。なので、ここは大事なところなんだけど、学びというものには、学ばせられているという受動は成立しないということね。学びっていうのは常に能動的な行為なんですね。なので、学ばせられているっていうような学びってないってことね。そういった受け身、受動ではありえないと、成立しないってことね、学びはね。なので、学びっていうのはですね、この能動性があるわけですよ。で、この能動性がその人を生き生きさせるんですよね。ここなんですよ。そう。なので、皆さんのこのね、学びたいっていうこの意欲ね、これって非常に能動的なことですよね。つまり、その人が活動的になるっていうことなので、それって内側から湧いてくるエネルギーでその人が生き生きできるということでもあるわけですよね。ここなんですよね。で、それが、この表現として出てくるというね、それが学びそのものの姿ね。これなんですよね。そう。だからここはね、ただね、周りから、外からやらされているっていうね、誰かからやらされているっていうだけのものとは全く違うってことですね。だからここはね、一つね、押さえておきたいところなんですけれども、そういった形でね、学ぶ人は若い人というね、今回のね、この若さという点でね、つなげてね、この学ぶっていうことを考えたときに、実年齢は全く関係ないということね。これはいつからでも学べるね。なのでこれはね、さっきのグラフでお話しした話で言えば、高齢者であってもね、自分で生き生きね、若々しくやっている人っていうのはやっぱり健康状態がね、非常に高いですし、やっているね、その人自身もすごく生き生きして生きてますし、逆にこれ若いからといってね、じゃあ生き生きしているかっていうとそうでもないですからね。そう。だからこれは、誰かからやらされているとかね、周りの評価を気にして生きている人たちっていうのは若い人であっても生き生きしてませんからね。つまり若々しくないわけですよね。なのでせっかくね、実年齢が若いのに、こう若々しくね、生きてないというね、生き生きしてないっていうね、そういった人も結構いると思うので、なのでそういった意味でもね、実年齢っていうのは関係ないというふうに思いますんで、ぜひね、どのね、年齢であったとしてもね、この学ぶ人は若い人だということでですね、皆さん学びを実践していただきたいと思います。はい。ということでね、それがね、9点目のお話になります。はい。ということで、今回はね、こちらのテキストね、藤川さんのテキストを扱ったんですけれども、今回も面白かったですね。本当に面白かったです。で、この藤川さんの本はですね、本気でね、この不調、不定収差や慢性疾患を治したい人には、もうとても分かりやすく実践しやすいものだし、あとね、症例集もね、たくさん載ってますからね。そう。で、あとはですね、自分の不調だけではなくてね、自分の身近な人で、不調や疾患に苦しんでいる人をね、助けるためにも、もうとても有効なことがね、書かれていると思います。そう。で、特にね、今回は、この冒頭でも言ったように、ミネラルの中でもマグネシウムね、マグネシウム不足の症状が出ている人はかなり多いと思うので、もうぜひね、皆さんマグネシウムの摂取を、サプリメントとあと経費吸収ね、で実践してほしいと思います。はい。ということで、ぜひですね、皆さんにもこちらの本を手に取っていただきたいと思います。はい。ということで、今回は以上になります。じゃあまたね。はい、ちょっとおまけなんですけれども、ちょっと僕がね、今回、本を読んでね、感じたことをお話ししたいんですけれども、今回ね、医学界のね、医学研究のね、お話をね、藤川さんもされていたんですけれども、僕もね、研究者で、研究してるんですけれども、僕がやっぱりその研究者をやっていて思うのはですね、研究っていうものがですね、私たちの日常生活とはですね、かなり乖離したところに行ってしまったなというね、そういった感覚があるんですね。で、これはですね、その乖離したところに行ってしまったっていうそのこと自体が、問題ではないんですね。そういったことが問題ではなくて、乖離したところでの世界がそれのみで肥大化している感じがするんですね。そういったことを思うんですよ。なのでこれ言い方変えるとですね、なんかこう研究者が
全然なんていうかな、一般のね、人々から乖離したところにね、もう彼方に行ってしまって、遠い彼方に行っちゃって、もうなんか全然帰ってこないみたいなね、そんな感覚なんですよね。もう行きっぱなしみたいなね、感じで、もうどうしたんだみたいなね、みんなどっかに吸い込まれてしまったのかみたいなね、そんな感覚がするんですよね。なのでこれ分かりやすい例えで言うとですね、打ち上げた宇宙船がですね、収穫を持ってね、地球に帰還しないようなものなんですよね。その宇宙に打ち上げて宇宙に行っていろんな収穫があった。でもその収穫を持って地球に帰還しないんですね。そういった宇宙船みたいな感じがするんですよね。で、むしろですね、その宇宙船って、地球のエネルギーを吸い上げて、で、彼らだけのですね、世界をね、宇宙の外で、彼方で作り上げているっていうね、そういった感覚がするんですよね。で、そうするとね、何も知らない素人、ね、つまり、権威のままに従う素人と、あと、権威づけられた専門家ね、もう完全に権威づけられてしまった専門家という、この二極化が生まれてですね、で、その中間がぽっかりと空いた状態になっているというね、こういった状況、こういった構造になっているのが今の社会だと思うんですね。なので、全く知らない素人、もうレベル1、ね、もう下手したらレベル0ですよね。レベル0とかレベル1のもうど素人、もう権威のままに従う、服従する素人と、もう一つはもうレベルがもうめちゃくちゃ高いっていう、もう権威づけられた専門家ね。この二極化ですよね。この二極化がもうめちゃめちゃ起きていて、で、こういったですね、やっぱりね、この中間がね、全くないという、こういった構造的な問題があるというふうに思うんですね。なので、こういったですね、構造的な問題を抱えている状況で僕が思うのはね、その構造的に作り上げられた、このね、素人と権威づけられた専門家の二極化された分離状態の中で、両者をつなぐようなものがね、現れることが、現状の様々な問題に対処していくためには必要だと思うんですね。必要だと思うし、まさにそれはね、今回ね、藤川さんの本はね、この本はですね、そのことにね、貢献してくれていると思うんですね。この、素人と専門家をつなぐっていうことにね、これに貢献してくれているような本だと思うんですね。なので、私の場合はですね、そこでね、そうした方々の、本をね、紹介する形で、この YouTube ね、YouTube というプラットフォームで私の考えていることや感じていることを交えて発信することによって、この構造的な問題ね、二極化された状況というこの構造的な問題に幾分か風穴を開けることができればいいなという思いでやっているわけですね。で、もちろんね、これはね、そのこと自体が僕にとっては面白いことなんですね。こういうふうなことを、僕がお話ししていること、これ自体が、動画を発信していること自体が僕にとって面白いことね。なので、これは井上ゼミのコンセプトの面白いで世界を満たすっていうことの一つの実践を、こうしてね、皆さんにお見せするということがですね、井上ゼミの目的の一つでもあるんですね。そう。なのでね、今後もですね、井上ゼミをですね、こういった形で、面白くね、やっていければいいなということも同時に思ってるんですね。なので、やっぱりね、この面白いっていうことがね、とにもかくにもベースにあるんですけれども、その上でね、そうした社会的な構造的な問題とかね、僕らを生きづらくさせているようなね、そういった問題に対してもね、切り込むようなね、そうした面白い話ができればいいなということを思ってるわけですね。はい。ということで、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。じゃあまたね。